だいぶ多いな。なんかさっきより、はい。ね、真ん中が、はいはいはい。はい、まあ多いのはね、もしかしたら引き目がちょっと荒かったからかもしれない。あでもそうなると逆に微粉は減ってるはずだよね。そうですね。それであれば。多いね。はい、どうも。コーヒーに愛された男、カスヤです。今日は、はい。まあご覧の通り、グラインダーを並べてます。はい。まあこれ多分 YouTube 始めて1ヶ月ぐらいの時に買ってたダイソーの、でいつ使うんだろういつ使うんだろうと思いながら眠ってましたけど、こちらダイソーの500円ラインの手引きコーヒーミル。なんか意外とさ、ダイソーのコーヒー器具が便利っていうか、まあ安いけど、はい、まあそれなりだよねみたいな評価ってよくあるじゃん。はい、でまあそうなんだろうと思うんですけど、はい、安いものと高いものとで何が違うのって思いません？確かに。俺もいつもさ、はい、お前だったらコマンダンテ買えって言うじゃん。はい、まあ、最悪タイムモアでいいよとか、はい、さらに言うともっと安いハリオのグラインダーとか、さらに言うと500円のダイソーとか、はい、なんでこっちはあんまり進めないのかって、なんかやっぱりいかに粉が大事かって話を俺よくしてると思うんですけど、はい、結構大きいのはやっぱり微粉がどれだけ出てくるか、はい、まあ厳密に言うと微粉だけじゃなくて、この狙った引き目がここだとして微粉、はい、あと大きい粉のこの分布になるわけですよ、グラインドすると、はい、狙ったところがまあ一番多くなるけど、はい、どうしても微粉も出てきちゃう。どんなグラインダーもね、コマンダンテでも。でこの山なりが、はい、コマンダンテだとこうなってるけど、はい、安いものはこうなってるんです。なだらか。そう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 。狙ったところが言うほど出てなくて、微粉がたくさん出てる。大きいのもたくさん出ちゃう。なるほど。だから味がはっきりしてこないんですよ。わかりやすいですね。そう。なるほど。っていうことを本当かっていうところでそうそうそう、自分に対してお前いつもそう言ってるけどそれ本当なのっていうのを実験してみようかなと思います。まあちょっと厳密にはね難しいんですよ、比較するの。ちょっと細かいことを言うのはあれなんですけど、まあ厳密に比較はなかなか難しいんだけど、はい、まあちょっと実際に引いてみて、はい、例えばじゃあ 15g とか引いた時に微粉がどれだけ出てるかをチェックしようと思います。でその道具がこいつ、はい、クルーブって呼ばれるものですね。クルーブシフターっていう、はい、これねシフトっていうのはこうやってふるいにかけるみたいな意味なんですよ。なるほど。でそれに使うのがこういう目の細かい網っすよね、言ったら。これめっちゃ細かいやつ。すごい。そう穴開いてないように見えるよね。なのでこのぐらい目が細かいやつをすり抜けるようなやつは微粉なんですよ。なるほど。で逆にこういう目の粗いものもある。はい、でこういう目の粗いものは粒が大きすぎるものを取り除くことができるんですよ。なのでちょっと今日は、まあ、極端に、はい、この目のでかいやつと目のめちゃくちゃ細かいやつをこういう風に設置して、2枚一気にできるわけですね。これね結構優秀で、面白い。こういう構造になってるんですよ。はい、でこれをこういう風にはめていく。重ねて。そう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 。これね僕らプロのバリスタとかがたまに使うんですよね。はい、まあ一時期めっちゃ流行ってて、そうですよね、まあこぞってみんな使ってたんだけど最近あんま使われなくなったね、クルーブは。ブリュワーズカップとか見てると使ってもらえる方も多いんじゃないですか、ね。多かった。今少なくなったね。俺もともとこのシフター否定派なんですよ。あ、そうなんですね。そうまあこれを使うと今説明した通り微粉をね取り除くことが可能になると。はい、
じゃあ微粉ってなくなった方がいいんじゃないのってなるかもしれないんだけど、そうとも限らないんですよ。それがイメージとしてはもうなんだろう、微粉取り除くってことはもはやもう針のなんですかね、針みたいにこうピンとこうそう一つの味が出るけどっていうようなことですかね。やっぱり奥行きも同時に失われたりするんですよね。微粉イコール悪ではない。微粉が悪だったらエスプレッソ全部悪になっちゃうしね。そうですね。あれは微粉ではないんだけど、こんな感じでこれを下に配置すると、200マイクロン以下はこの下に落ちていく。なるほど。でこっちの上の層は1200マイクロンっていうちょっと大きい網を使うことで、1200マイクロンよりちっちゃいものだけが下に落ちていくっていう。こんな感じで、ここには1200、なので粉入れるとこの穴よりちっちゃいものが下に落ちてくるんですよ。でそれがここに溜まるんだけど、ここからさらに200マイクロンよりちっちゃい微粉が下にここに溜まっていくと。なるほど。なのでここには1200以下200以上のものが残るってことですね。なので今回はちょっとある程度ね、ざっくり引き目同じぐらいに設定して引いたものを入れて、このでかいのがどれぐらい残るかで、めっちゃ細かいのがどれぐらい出てくるかっていうのを比較して、価格差ってこういうところに現れるんだねっていうのを証明していこうかなと思います。楽しみですね、これ。楽しみ。俺も楽しみ。そんでさ、実はコマンだって大したことねえとかなっちゃったりしてやばいですね、それはそれで。でもその時にはちょっと言えることが実はまだあって、流度分布だけじゃないんだっていうね。さっきも言われてたとこですね。今のこういうカーブのことを流度分布って言うんですよ。ポンって出していてくれればいいんだけど、粉の形っていうのも実は大事になってくるんですけどね。それはまたいつか。顕微鏡ができる。そうだね。で本当にそういうレベルでやってます。公平性を期すためにしっかり 15g に、じゃあいきます。これで1200より小さいサイズのものは下に落ちていきます。いきます。ちょっと途中経過見てみます。今のだけでもほら、これさっき入れたやつ。まだ上に。そう、これもう2段目。なのでこれ1200より小さいサイズのものが今落ちてってます。これをもうちょっとこうやって30回ぐらい。今40、50。これで100回ぐらい。そうするともうだいぶ一番上なくなって、2段目こうなって、100回で検証しようかな。もう全部ね。なのでこれが今1200以上で、これが1200以下200以上で、この下にどれぐらい粉が溜まってるかですね。いくよ。1200以上、1200から200、その下ドン。これが200マイクロン以下っていう、もう片栗粉みたいななんかパウダー状に見えますよ。もう本当にパウダーですね。なのでもう一粒とかっていうのは見えない。見えないですね。これが微粉っていうやつなんですよ。これでもさ、測れるかな、グラム。この微粉を測るのが 0.1 もないような気がするな。ちょっと一回測ってみるけど、最悪目視っすね。どのぐらい出たか。そうですね。そうだね。もうそうするしかないね。でもさすがのタイムモアだなっていう感じする。こうパッと見少なそうな微粉ですもんね。
まあ、このスケールで測れる最小単位の 0.1g しか出てこない。でもさ、こんなにあるんだよ、微粉が。結構すごいよね。こうやって見ると。そう。漢方を作ってるみたいな。粗い微粉ですね。はい。まあこれもざっくりにはなっちゃうけどね。まず 3.6g。なるほど。まあ、多いのか少ないのか分かんないけど。まあね、1個目なので、うん。大会の第一競技者みたいですね。確かに。こう基準が作られていくみたいな。なるほどみたいな。まあ、なのでここは必然的に15から 3.7 を引いた 11.3g が残ってると、はい、いうことがまあなんとなく言えるよねっていう。はい。じゃあ次の競技者。本当にブルーアズみたいな。株式会社ハリオ商事からゼブラン。まあこれは昔からハリオで売ってるやつだと思いますね。なので割とメジャー。そうですね。結構ハリオのまあなんか一番よく出てくるようなね、スタンダードなやつですね。なのでちょっとこれを公平性を消すためにここに残ってる粉をね全部次はハリオで引いていきたいと思います。東数が18。そうですね。で、まあ、今だいぶまたそこに近づけて、はい、ほぼほぼ同じ引き目に。まあ目視でになるけど、ちょっとまあほぼ同じぐらい。微粉がどのぐらいのね目視で違いが出てくるかっすよ。確かに。重量で測れるかどうか何とも言えない領域に今戦いますね。0.1 って誤差の可能性あるしね。危ね。あるんすよ今確か。はい、引き目を計測するやつが。あるよね。ありますあります。なんか何かにいました。ライトテルズから出てんだよね。あれ買おう。いよいよもう研究感ですね。もうね、楽しいことってそれぐらいなんですよね。コーヒーのことやってる時ぐらいしか楽しくない。なのに俺の仕事はもう最近ずっとパソコンと向き合ってさ。社長業務ですからね。まあね、社長業もやってるし、コンサル業もやって。まあ、ハリオのゼブランっていうグラインダー。どんなもんかいきたいと思います。まあ、100回振るルールでいきます。せーの。おお。これが結構さっきより多いね。だいぶ多いな。なんかさっきより、ね。で、真ん中が、はいはいはい。まあ多いのはね、もしかしたら引き目がちょっと荒かったからかもしれない。でもそうなると逆に微粉は減ってるはずだよね。そうですね。それであれば。多いね。確かに。結構多く見えるね。そうですね。はあはあ。まあじゃあ実際重さを測ってってみようかなと。これ全然違いますね。違うね。じゃあまずじゃあパッと見て多かったこの大きいところ見ようかな。もう一目瞭然というか違いが。8g。さっき 3.6 です。まあまあギリこれは引き目がずれてる可能性はあるけど、まあ一旦まあ気になるのは微粉ですよね。まあそうだね。引き目がね大きいんであればこれはシンプルに微粉も少なくなるはずだよねっていう
あ、0.2 いってるわ。ああ、じゃあやっぱさっきより多いですね。ね、倍だもんね。そうですね。しかもあれなんですよ、俺らの世界で微粉って、結構300マイクロン以下とか、はい、400マイクロン以下を指したりすることが多くて、はい、これ今回結構優しく200マイクロン以下にしてるじゃん。あー、それでもこの倍出てくるから、そうですね、300マイクロンとかにするともっと微粉は差が出るかもしれない。確かにそうですね。だから結構大会とかで微粉取り除きましたっていう人たちって400マイクロン以下を除去しましたとかっていう、はい、ちょっと流度分布は悪そうな感じかな。はい、でもね、この辺はこの特性を生かして弾けばいいだけなんで、単純にいいグラインダー悪いグラインダーっていう感じよりは、流度分布がこういう特徴のグラインダーって考えた方がいいですね。そのグラインダーでどう美味しく入れるかっていうそ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 う。ただそれがむずいんだよ。だから俺はもういいグラインダーを買っちゃった方がいいよっていうね。結局そうなるっていうことですよね。そう。でも本当にいいグラインダーっていいんですかっていう趣旨の動画なので。確かにそうですね。お前が言ってるコマンダンテ本当にいいんだろうなっていう。これでも最後本当にコマンダンテやる前ちょっと私たちドキドキじゃないですか。いや俺やばい。俺だってさ、こんなにコマンダンテ持ってるやつなかなかいないと思うの。俺まだ開けてないコマンダンテあるから。コレクターの領域に。いやコレクターに近いね。でははい、本命のコマンダンテ。C2 で18だったんで、はい、確かねちょっと荒いんすよ。確かね。はい、俺もちゃんと比較してないし比較のしようがないんだけど、はい、今回はコマンダンテ21クリックで。よし。なのでこれが、はい、俺は一番良くなると期待したいところっすね。これ楽しみですね。楽しみだねマジで。全てが覆ったりしたらあれってさみたいな。一番いいグラインダーなんじゃなかったでしたっけみたいな。これ一択ですって言ってましたよね。信じて買っちゃったんですけどとか言ってさ。でも大丈夫、みんな流度分布が全てじゃないからじゃあ100回、はい、改めていきます。はい、というわけで、はい、なんか少なそうに見えるね。そうです、確かにパッと見で、はい、まあ測ってみよう。いきます、はい、でも 4g だね、はい、なんかタイムモアよりちょっと多い。4.1、はい、まあまあ悪くない。でめっちゃ少なくない？あれグラムは分かんないけど、でもパッと見でもうついてる量が少ないよね。少ないですね。本当に 0.1 っていう表示が出るのか出ないのか。そうだね。あ、でも出ない。ってことは 0.1 未満なんだね。そうですね。あ、すごいね。ああ、やっぱ高いだけあるんですね。すごい。嬉しい。まあこれ300ミリとか400マイクロンとか300マイクロン以下にしたらもう差は歴然だと思うよ実際。ただ大きいところはねコマンダンテより。そうですね、流度分布は。うん、まあこれは引き目の問題の可能性あるからね。ちょっと荒かったか。うん。今のところなんかいい結果。面白いですね。で、最後がこれが一番こう見たかったことじゃないですか、この流れで。そうだね。
これでさ、なんかダイソーも 0.1 ぐらいしかさ、0.2 とかしか微粉出なかったら、ダイソーでいい説はかなり有力な結果になるよね。そうですよね。こんなことある？いやもう今言葉を失いましたけどまさかの結末ですよこれ。